はい、こんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。ボスの技クラフトシリーズからファズですね。FZ1W というですね、ファズのエフェクターを紹介していきたいと思います。こちらはですね、ボスのファズということなんですけど、技クラフトということでね、アナログでですね、卓越したボスのね、エンジニアがヴィンテージファズを研究し尽くして、ボス独自の視点でですね、再定義されたヴィンテージファズのサウンドと高い汎用性を兼ね備えたファズのですね、非常に興味深いペダルでございます。これね、発売されるちょっと前、少し前にですね、トーンベンダーとですね、コラボしたですね、ボスのファズがありましたけど、あれはですね、パーツの希少性とかもありまして、数がね、あんまり出てないということで、発売してすぐにですね、なくなって、すぐにですね、プレネ化してしまったっていうですね、ものがあるんですけど、その後にですね、発売されたのがこの FZ1 です。シリコントランジスタを安定した動作と供給ということでですね、現代のファズということで、使いやすく、生産もしやすくなっているモデルです。で、このつまみ見ていただくと、レベル、ファズでトーンというのがありますね。で、ここですね。真ん中 V と M っていうのがありますね。この V っていうのがヴィンテージモードですね。で、これがボスのクラフトマンがですね、ヴィンテージファズを研究して、その独自の視点でですね、ヴィンテージモードっていうのを作ったということだそうです。この V モードきらびやかでですね、非常に気持ちいいですね、ファズトーンが得られます。そしてですね、この M ですね、モダンモードですね。M はモダンモードです。で、豊かなですね、中低域が特徴のファズです。このですね、2モードを搭載したのがこの FZ1 ということになります。でね、かなりね、音もですね、見た目もこだわってるみたいで、非常にね、この筐体、音には関係ないんですけど、筐体の塗装とかめっちゃかっこいいんですよね。わかりますかね？ちょっとギラギラザラザラしたような、こういったですね、光に当てるとこう模様が出てくるみたいな、めちゃくちゃかっこいいで、ちょっと汚し加工みたいな、これがね、めちゃめちゃかっこいいです。で、このグレーのね、感じも、筐体としてはね、かなり好みのデザインですね。めっちゃかっこいいです。こんな感じのね、技クラフトのファズですけど、で、実際ですね、どんな音がするのかっていうのを試していきたいと思います。ということで、行ってみましょう。というわけでですね、早速 FZ1W の音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 で、そこからですね、この FZ1 に入りまして、アウトからですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに入っております。このプリアンプのラインアウトからレコーダーにつながって収録しております。ピックアップは335のリアポジションです。バイパスの音はこんな感じです。ではですね、早速鳴らしていきたいと思います。まずは V モードですね。ヴィンテージモードから試していきたいと思います。つまみはですね、だいたい全部12時ぐらいにしております。いや、かっこいいですね。このヴィンテージモードは60年代ファズを意識したボスオリジナルのヴィンテージファズサウンドです。ということで、荒々しいんだけど、そこまで暴れる感じでもない、使いやすいイメージがあります。きらびやかなギラッとしたサウンドが特徴かなと思います。はい、こんな感じですね。ではですね、つまみを回していきたいと思います。こっちはね、レベルですね。ボリュームです。で、ここですね、ファズって書いてますね。これはですね、ファズの歪み具合を調整します。ということで、右に回すほど大きくなるんですけど、やりすぎると発進する可能性があるので、要注意って感じですね。では、回していきたいと思います。ファズらしいいかつい音になってきましたね。やっぱりね、このヴィンテージモードは広域のキラッとしたところがですね、きらびやかなサウンドがやっぱ特徴かなと思います。とってもね、気持ちいいです。で、やっぱ回し切ると、ファズなんで仕方ないんですけど、ノイズが結構乗るので、そこは要注意です。でですね、ファズつまみを左に回していきたいと思います。ちょっとボリューム上げます。ファズつまみをですね、左に回し切ると、歪み感がなくなっていくのと同時にですね、結構きらびやかな広域のサウンドもしっかり削られていくっていうのが特徴かなと思いました。
結構ね、モコっとなってくるイメージですね。9時ぐらいにしても、こうですね。もう一回マックスを聞いてみると、このきらびやかな広域がね、とってもいいので、それを出そうと思うと、あんまりこのファズ下げすぎると、モコモコ、ゴボゴボしてくるイメージです。そのためにね、トーンもついてるので、そうなってきたらトーンを上げてあげて、音を調整するのがいいかなと思いました。僕はやっぱりですね、このファズつまみはちょっと上げ目、強めの方が好きですね。ノイズが乗るんですけど、ファズらしい音になってほしいので、結構上げ目で使うのがいいなと思いました。こんな感じですね。ではですね、次ですね、トーンを回していきたいと思います。ちょっと分かりにくいので、ファズつまみはちょっと全開にして、しっかりファズの音を出した状態でトーンを回していきたいと思います。まず12時はこんな感じ。これが。広域が上がって音が硬くなるような感じですね。これ下げていくと。はい、ちょっとだいぶ後ろに下がった感じですね。こんな感じです。僕はですね、トーンはですね、ファズのつまみを回し切るんだったら、トーンは真ん中か、それよりちょっとだけ右に回すぐらいが好きです。いい音ですね。印象としては結構その使いやすい音、自分が使いたいなって音は結構限られていました。ファズを回し切って、でその状態からトーンをほんのちょっとだけどこ動かしてあげるかぐらいの使い方が僕は好きでした。こっちに行くとね、やっぱ結構こもっちゃう感じがして、このファズつまみ上げ目が好きでした。今はですね、V モード、ヴィンテージモードを見ていただきましたが、次ですね、M モードですね。M モードはモダンですね。モダンモードです。こちらですね、ゲインがもっと高くなって、ファットでスムースな新世代ファズサウンドだそうです。ちょっとどんな音がするか楽しみですね。モダンモードにしてみます。でですね、まずは全部12時の状態から音を聞いてみたいと思います。でですね、数を回していきたいと思います。先ほどのヴィンテージモードに比べてもすごく太い音だなと思いました。結構中低域がですね、膨らむイメージがあって、さっきのヴィンテージモードみたいなきらびやかなジャリッとしたところはちょっと少ないんですけど、それよりゲインも高くなって太くて重心の低い音、重たい音っていうイメージがしました。ですのでね、低音源のリードフレーズとかめっちゃ気持ちいいんじゃないかなと思います。ではですね、ファズつまみ戻していきたいと思います。こんな感じですね。このモードもですね、ファズつまみはしっかり回し切ってあげてる方が好きですね。右側にしっかり入ってる方がファズっぽくて好きです。ではですね、このファズマックスの状態ではありますが、これでトーンを回していきたいと思います。では戻していきたいと思います。
太い音になりますね。これもですね、あんまり右に回しても硬い音に上げすぎたり、左に回しすぎてもモコモコしてくるので、中心からちょっと上げるぐらいか下げるぐらいでバランス取るのが僕は好きです。このモダンモードはですね、きらびやかさがさっきのヴィンテージモードほどないので、ちょっと攻撃出したいなと思ったら、ちょっとトーンを上げてあげると、ちょうどバランスもいいのかなと思います。こんな感じです。結構ね、印象としてはね、非常に使いやすいんじゃないかなと思いました。やっぱファズってね、結構個人的には苦手意識があったんですけど、このヴィンテージモードもモダンモードも扱いやすいんじゃないかなと思いました。ただつまみとか、この辺のパラメーターに関しては、やっぱり僕の好きなところっていうのは本当に限られてて、狭い範囲だったので、人によってですね、どの辺の音をファズに求めるのかっていうのもあると思うんですけど、個人的にはいい音っていうのは、ファズつまみをちょっと上げていったところなのかなと思いました。フロントにしてトーンをなんか落としたりして、バッキングにね使うのもねかっこいいと思うし、結構使いやすいファズなんじゃないかなと思いました。ヴィンテージモードっていうのとね、モダンモードっていうのもあって、やっぱり次世代の音楽に馴染みやすいというか、使いやすい設計がされてるのかなと思いました。とてもいいエフェクターだと思うので、ファズファンはもちろん、ファズファンじゃなくてもね、ぜひね、購入して試してみていただければなと思います。商品のリンクはですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひね、そちらから詳細チェックしてみてください。はい。いかがだったでしょうか。やっぱいいですね。僕の抱いた印象としては、ファズってね、結構苦手意識があったんですけど、すごくですね、暴れる感じがして、ちょっと扱い難しいなと思ってたんですけど、これはね、めっちゃ使いやすかったです。ファズっぽいんだけど、結構、ある意味ちょっと抑えられてるような、コントロールしやすい歪みでした。僕はかなり好みです。ヴィンテージモードもですね、きらびやかな音も綺麗ですし、モダンモードのですね、中低域がボコッという、ゴボッというね、ああいう太い音もね、めちゃくちゃかっこいいと思いました。本当にね、普通に、何ですかね、ザクザク使うのもいいんですけど、リードでですね、中域をグンって出したい時とか、めっちゃいいんじゃないかなと思いました。ちょっとした、ブースター的にも使えるでしょうし、でもね、使いやすい機種だと思いました。興味ある方はですね、ぜひ概要欄にですね、商品のリンク貼ってますので、ぜひね、そこからチェックして購入検討してみてください。はい。僕の動画ではね、こんな感じで、ボスのエフェクターの話だったり、あとはボス以外のエフェクターの話、そしてですね、ギターの話や、バンドマンのですね、エフェクターボードの話なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日は、ボスの最新のファズ FZ1W の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね。バイバイ。